皆さんアロハ。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウリアタイムズです。皆さん第1回見ていただけましたでしょうか。もう見てくれて皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう第1回からですね、ゲストで佐藤明先生が福島から来てくださって、そしてたくさんのお話をしてくれました。本当に恵まれる話がたくさんありましたけれども、第2回もですね、引き続き佐藤明先生をゲストにお迎えした回を、皆さんにお届けしたいと思っております。それでは早速見ていきましょう。ラウレアタイムズ始まるよー。震災話すとキリがないんです。いやたくさんいろんなストーリーがあって、なんかそのいろんな国に行っている中で、なんか楽しかった経験だったりとか、これは大変だったなっていう経験ありますか？もうとにかくいろんなところからきっとうちに来てください、公園来てくださいってあって、たくさんの国に行ったと思うんですけど、一体どれぐらいの？どれぐらいに行ったかは、アジアとかもいろいろ行きましたけれども、ただ当時は、とにかく私震災1年目は教会もなくなったので、ほとんど私キャンプ場にあんまりいなかったんですね。一日に朝とか夜とか、震災の話ばっかりしてたんですよ。ありがたかったんですよ。震災の話するのは心痛いでしょうっていう人もいるけど、私はそうじゃなかったんです。聞いてくれる人がいると慰めなんです。だって今時になったらまだ震災やってるのって。もう卒業したらって、自立したらって思う人がいてもおかしくないですよ。だけど一生懸命聞いてくれる人がいるっていうのはこれは大きなエールなんですよ。しかも海外の人が自分の国じゃないのにすっごい関心を持って、そうですね。例えばドイツで話した時にドイツ人のコレクターの人がいた。何のコレクターかというと浮世絵の。それで、ね、震災と浮世絵は関係ないんですが、本物の浮世絵ですよ。日本に持ってきて調べたらすごいそれほど高価なものではないと思いますがしかしそれにしてもね、私たちお茶教室の今やってるので浮世絵とお茶は合うんですね。お茶と福島も関係あるんです。関係ない話するとね、千利休が秀吉によって切腹を命じられた時に、松庵という息子を引き取ったのが福島県の蒲生氏郷という武将だったんですね。この人はキリシタンだった。非常に熱心な会津若松って名付けた人です。一説によると福島っていうのも彼が名付けたんじゃないか。彼のビジョンはね、進学校を作って会津若松の人だったかな、みんなをキリシタンにして神に献上するというね。大体千利休の7人のお弟子さんのうちの5人が熱心なキリシタンで、そのうちの最初の人が第一の高鉄が蒲生氏郷っていうね、有名なのは八重の桜っていう大河ドラマが数年前あったんですね。よく前は修学旅行で来る、もともと7つの屋根を持つ真っ黒なお城だったんですね。鶴ヶ城っていうんですが、でそれは蒲生氏郷で有名なんですけどね、7っていうのは聖書から取ったって言われてるんですよ。7って完全数なので1週間も7日だし、それから7年の安息日だしね。でお茶教蒲生氏郷だから秀吉に頼み込んで切腹されたお父さんの息子の松庵を福島に引き取ったから茶室があるんです。今は後で作り直された茶室ですけども、そこでお茶の世界を育んで、これはいろんな説がありますけど、私たちも今新しい施設を作って茶室作ったんです。そこはにじり口もあって、とにかく侍であれ誰であれ剣は置いてけと、頭が高い、頭を低くして、百姓であれ誰であれ皆平等、で和菓子から食べてお茶の回し飲み。当時カトリック教会の洗礼式はブドウ酒回し飲み、そしてパン、種なしパン。あまりに似てると、黙想して瞑想して神様の前に心を鎮めるかのようなね、私はこれはやっぱり関係があるんじゃないかなとも思ってるんですが、いずれにしても福島県がなかったら、蒲生氏郷がいなかったら、第一の茶人がいなかったら、彼らから松庵を引き取って、そこで切れることなく表千家裏千家武者小路三千家の世界がね継がれたんじゃないかなと思っているんですが、ここまで話して
もともと何の話でしたっけ？ドイツでお茶そうだ。それでお茶でそのコレクターの人が私にこれ本物の浮世絵だけど、はいはい、これをあなたの教会にあげたいということで、何枚も預かって今額に入れてお茶教室やってたところに飾ってあるんですね。だからそういうね不思議な出会い、元の道からそれますがこっちの小道もあっちの小道も麗しいな素敵だなって。私は震災で一つ思った価値観の変化はこういうことなんですね。いや震災前はみんな目標を立ててそれを達成したか達成しなかったか、達成した人は成功者、達成しなかったら失敗者、なんだこれって嘘くさいなと思ったんです。だって震災ってそんな数式で割り切れないし、あなたの悲しみは 10g ですか、私たちの苦しみは5センチでしたとか、数式で表せないし、誰が誰より辛いとかないんですね。家族でもみんな震災の経験っては違うんですね。そういう中で私たちは目標を立てて達成したかしなかったか100点か0点かってこれは嘘だなと思ったんです。日本は特に完璧主義だから学校の先生も面倒くさいからか、あなた5つ間違ったらマイナス5点とかね、95も当たったじゃないとは書かないんですね。だから100にしか価値がなくて、いやその人は40だったのが65まで縦軸で評価したらね、人と比べればそれはまだまだだというかもしれないけど、あなた40だったのが65までよく頑張ったねと評価すべきじゃないって。震災っていうのはだから山のてっぺんに登ったら解決するとかっていう問題じゃなく、1合目は1合目、2合目は2合目、3合目は3合目なので、震災の途中でいや私たちはこれはもう力尽きたけどみんなでスクラム組んだ、もう絶望だと思ったけどみんなで集まってみた、励まし合ってみたというプロセスを神様は欲しいんじゃないか、そのプロセスを評価してるんじゃないか、別にマイナス20点って書いて悪いってことはないんだけど、80までよくやったねって、少なくともお互い敬意を表して、あなたよく生きたねって、どこ地べた張って何口に入れて命つないだのって、よく自分の命立たなかったねって、いやもう今は力なくて何もできなくてって、何ができるできないってもどうでもいい、よくあなたここまで頑張ったって、よく頑張ったねって、その2合目は2合目の味わいがあるし、5合目は5合目で素晴らしいし、プロセスを大事にする。で私たちは結果だけあまりに古代にね、結果に到達しなかったら失敗者みたいな、これは完全に嘘の物差しだなって、これは震災で私たち思ったんです。プロセスが全てだと。神様は完璧欲しいんじゃないっていうふうに思ったんですね。今日光がすごい入ってきたので少しアングルチェンジをしたんですけれども、いろんな国行かれたということで、その中でもちょっとクロアチア、そうですね、クロアチアってアフリカですか？いやいやヨーロッパです。ヨーロッパなんですけど、小さい国ですが綺麗な国でですね2回行きましたけれども、その前にさっき震災の話いろいろして、震災の話になったら止めどもなく出てきちゃうんですね。でもちろん私たちは1日20万件のアクセス数はすごいエールだったんです。私たちは一人ぼっちだと思ってたんです、逃げてる時に。例えば雪道を車15、6台で先頭でしたが、滑って崖から落っこっても発見されるんじゃないかと思ったり、逃げてる時ですね。だけどそうじゃなくて、暗闇にボール投げたらグローブ持った人が20万人いて、そして応援してるよっていうね、それはすごい大きなエールだったんです。けれど震災は人によって違うので、例えば私御殿場でなんか講演した時に、御殿場で福島から来た人のために支えようと思って福島の野菜とかを仕入れると文句言われたと、福島の人に。私たちは福島の原発事故で子供に口に入れさせないためにこんなに遠くに来たので検査もしないで取り寄せたんですかってとか、あるいはじゃあまた明日ねっていう時に、いいわねあなたは帰る家があってって、ちょっとあれなんかトゲがあるかなってことを言われたりとか、やっぱりみんな傷つきすぎたんですね。なので私たちも正常な心境じゃないのですいませんって、多めに見てくださればって自分も含めて言うしかないんですね。また子どもたちも普通1回の転校で随分傷つくんですけども、親の仕事の関係でもね、それが突然
何の前触れなく1度2度3度転校して、そして行った先ではなんか福島弁だとかね、あるいは当時誤解もあってなんか移るんじゃないかとか、あるいは福島に帰れって言われたりね、それ学校行けなくなりますよ。だから戻ってきたら福島離れて捨てたようなやつが何しに戻ってきたとか言われるでしょ。いる場所がないですよ。だから震災っていうのはなかなか複雑なものがあるんですね。また私と違ってある人はどっかの集まりに行くと「あなたそういう体験したのどうだったの?」って聞かれて、1週間後に行くとまた別の人から「あなたどうだったの?」って同じこと何回も話さなきゃいけなくなって、そうすると傷口がいつまでも閉まらないように感じて、もう私は被災者だって一切言わないようにしようって決めて、嘘をついてって言ったら変ですが一切語らない人もたくさんいると思いますよ。だけどそれは分からないでもないかなって、震災体験はみんな違うのでね、と思いますね。さあ話転じますけども、震災だけじゃなく人生は震災だという面もあると思います。これは私の不注意だけなんですけどね、3年前の6月1日だったと思います。クロアチアとスプリットという町があるんですね。そこはディオクレチアヌスという、キリスト教大嫌いな皇帝がですごいキリスト教を迫害した人ですよ。でそこの宮殿パレスのところを歩いていた時に、もう下の大理石だったかがもうツルツルなんです。みんな歩いてるから。でなんで転んだかというと、階段を降りる時に私の後ろに大切な人がいたわけです。誰ですかっていうと、確か私の家内が私の後ろにいたんですね。で私の家内を振り向きながら階段を降りたんです。で私は時々人生前向きがいいですよってメッセージするんですが、階段を降りる時も前向きがいいです。で後ろ向きに降りたらスルッと滑ってです。そして多分垂直に落ちたんです私。そして階段の角っこで大腿骨がバキッと落としたんです。で私一回も入院の経験ないですよ。それまで折れたなと思った。そうしたらそこでですね、いろんな国の人が寄ってきて「おい大丈夫か?」とかね「タバコ吸うか?」とかね全然動けないんですよ。そうして結局救急車なんです。クロアチアという国はヨーロッパでも先進国じゃないんですよ。旧ユーゴスラビアって言って内戦やってたんですよ。で私内戦でたくさんの人がいがみ合って国がめちゃくちゃになって、今いくつかの国に分かれてどういうふうに復興してるかなってちょっと見たい気もあって行ったんです。ところが後ろ向きながら歩いちゃったのでバキッとなったんです。そこで救急車に運ばれたのは国立病院でね、確か国立病院しか向こうないって聞いたんだな。それがですよ、救急車のも揺れること揺れること、あんなに上に爆発したら足がもっと骨折するんじゃないかとそして連れて行かれたらね、何時間も放っておかれたんです。そうしてやっとお医者さんが来て緊急手術だと言われた。ここに命預けますみたいなサインしろと言われたんですよ。普通日本人はクロアチアで意識を失ったりなんだりすると、後で聞いたんですが、大体絶対日本に帰るって言って飛行機に乗って日本に帰っちゃう。だからクロアチアであんまり評判良くないそうです。クロアチアの病院を評価してないと、日本の国しか信じないと。しかし私はね、一歩も動けないでしょ。そしてあなたの命を預けなさいみたいなサインしろって言われるでしょ。ですっごい痛いんですよ。でこれはね、牧師だから、牧師はね、信頼することは得意なんですよ。委ねること。でブルーノ・ルカスッチというお医者さんだったんですが名前も覚えてる。名前を覚えてる。もちろん覚えてますよ。でその人にあなたに命をサインしたんです。それから私、十字架ってちょっとこんなだったかなってかなり言われたんですが、足のすねドリルで穴開けてですよ、それぐーっと引っ張ってもう痛くてですね、麻酔なしですか？麻酔はしましたよ。でその後ずっと足引っ張って、それからだけどそれが1日2日続いて手術になったんです。その手術っていうのがね、手術も入院も初めてなので大音響でね、重低音の録音がかかる。なんかこれから狩人の狩りが始まるみたいなねだから私生贄になるんじゃないかと思いましたよ、あの時本当に。そして麻酔が切ってスッと意識が消えたんです。で気がついたら手術が終わってた。
そして、うちの家内にブルーノ・ルカスッチという、翌年に私会いに行ったんですけどもね、そのお医者さんが私の十分満足する手術になりましたと言ったんですね。その後分かったことで、その町に住んでる日本人は一人だけですよ。その日本人がクロアチア語に通訳してくれたんですけどね。でその人は元看護師の人だったんですね。不思議なこともあるもんで、その人がクロアチア人の女医さんにね聞いたそうです。そしたらあなたのその日本人はブルーノ先生に手術してもらったって、普通してもらえないよってすっごい名医だったんです。ところがね、その病院っていうのは日本と違いますよ。全然だいたいカーテンもないんだから。そしてだいたい私の点滴するときに竹みたいなものをぐるぐるベッドに縛り付けてね、で上から2人もこう垂らしてるんですよ。で看護師さんが絆創膏みたいな貼る時も一回切ったの自分の足太ももに貼ってですよ。それ私に貼るんですよ。大丈夫これそれからトイレも汚いしシャワーは使えないしね、そういう状況だった。ただお医者さんは素晴らしかった。後で私日本に来てたくさんの大学病院とかね、大学の教授とかにいっぱい見てもらったんです。私大腿骨天歯下骨折っていうんですが、変な話するとダパンプというグループがあって、そのリーダーのイッサっていう人がね、実は私と同じ怪我を舞台から落ちて、そしてもう彼は二度と踊れないと言われたんですよ。それで私ネットで見た感じだとすっごいゆっさゆっさして歩いてるから、それでもよく頑張って死ぬほどリハビリしてね戻ってきたそうです。で私もね手術これぐらいまでガンマネイルみたいなものが入ってるんですね。31センチ入ってるんです。で横にドリルがスクリューボルトで入ってるんですね。ところがね、傷口がこれしかないんですよ。で後でね日本に来ていろんな医学部の先生とか見てもらって、どうやってこれ手術したの？であるクリスチャンのお医者さん、大学の教授でしたが、その人はある方が神様が介入してくださったって言ったんです。ところがそのお医者さんはこう言ったんです。いやそうじゃなくて、神様が直々に手差し込んで手術したんじゃないのって。多分私はそういうことを詳しく知りませんが、本当に神様だったんだなと思ったんですよ。髄液を全部押し出してスパーッと刀で切ったような大腿骨と大腿骨とね入れて、それバラバラになった骨を上手に元に戻して、それが後でくっつくようにしたっていうことなんでしょうね。私よくわからないけど。ところがその国はねそんなにリハビリがないんです。日本みたいに。で私も寝たきりでしょ。ずっとほぼ1ヶ月入院したんです。もう足が筋肉がペタッとハムみたいになっちゃって、で足が全然曲がらないんですよ。もし後で鰹節筋肉になっちゃった骨みたいになっちゃってね。それで私なかなか熱が取れなくて、手術の術後熱なのか、大丈夫かって、そのお医者さんは私に輸血もしたんです。白人の血。あなたはもう白人だなんて言われたんですよ。ところで私もね、これずっと寝たきりでどうすんだと。しかもさっき言ったように大部屋でカーテンも何もないですよ。それ楽しかったです。いろんな人が入ってきて、向こうの国明るいので、私もクロアチア語もさっぱり分かんないので、見よう見まねで覚えてね、適当な簡単なおはようございますとか単語を話すのしかなかったんですけども、いつまでもこうしてるわけいかないなって。で日本の国に手術して戻るってこんなに大変なのかと思った。許可が下りないですよ。大体日本の病院は海外で手術した人はあんまり受け入れたいと思わないんです。責任がね、いろいろどういう手術したか分かんないから。そしてただ私が飛行機のチケットを取って海外の保険といろいろやり合ってじゃあ帰れるかってそうもいかないんです。コペンハーゲン経由で私結局帰ってきたんですが、コペンハーゲンの空港を管轄してるお医者さんみたいな人がいて、その人の許可も必要なんです。そうするとね、結局日本の大学病院に入るってなんとか手続き取ったんだけど結局入れなかったんですが、でもそれ手続き取ってこのブルーの先生の許可で取って、中継地点の空港のお医者さんの許可取らないと、これが相当大変だった。でも何回もチケット取ってはダメになり取ってはダメになり、私も寝たきりでね、
自分でやられたんですか？まあ日本の保険屋さんに電話するとこと香港のお医者さんから電話来たりフランスのお医者さんから電話来たりして、結局フランスから来た看護師さんが寄り添って私一緒に日本に帰ったんですね。5席6席ぐらい取って違うところからずっとストレッチャーごと釣り上げられて、ほんでなんとか日本に帰ってきた。そして行くはずの病院に入れるかと思ったらどういうわけか救急車が来てないんですよ。ほんで入れなかったんです。と思って、で空港そばの病院に入院したんです。そこがまた素晴らしい病院だった。理学療法士が100人以上いてですね、それがプロのスポーツ選手なんかもよく来るところだったらしいんです、ね。まあそこで良いリハビリしていただいて、だけどリハビリは辛かったですよ。もう油汗がタラタラ流れて、最初に多分曲がってもあなたの足は90度、もしかしたらずっと松葉杖かもみたいにも言われたんでした。しかし今私は3年経ったんですが割と普通にしてるんです。だから案外人生はなんとかなると思ったんですよ。すごいです、ね。希望がないって言っちゃいけないってね。でも一生寝たきりだとか思わなくてよかったなって。で気がついたら名医と言われていたクロアチアって前ほら内戦があったから地雷とかなんとかで片足ないとか手術がもう山ほどあったと思う。多分これ想像ですよ。だからドイツから来る患者さんがもう3ヶ月待ちとかブルーの先生にしてもらいたいとか。とか私はその2日後ぐらいに手術してもらったんです。すごいです、ね。その日本人はラッキーだって言われたらしいですよ。だから私は最悪の後は最善ということにしてるんです。最悪こんなとこ行って骨折した。この国で手術するってこれ最悪ですよ。気がついたらその国の最高のお医者さんに、そのお医者さんは1年後あなた歩いてるって言ったんですよ私に。全然動けない時ですよ。で実際そうなったんですよ。だからそして日本に来たら大学病院に入れなかったけど全然違う病院に回されて入ったところがもうそこ素晴らしい病院だった。だから私は今は最悪が来たら最善になると。だからそれは震災じゃなくて私の不注意だったんですね。今後歩くときはいつも前向きにしようと思うんですけどもそれは全く私のあれだったの。だってだとしても神様は最善にしてください。最悪の後は最善しかないと。こういうふうに確信してるんです。まあでも骨折はしない方がいいです。しない方がね。間違いないですね。この三冠儀も骨折した。でも私もちょっと次会ったらブルーの先生に手術してもらいたい。多分なかなか難しいけどね。ねえ、もう早くサーフィンやりたくてしょうがないみたいで。そうなんですかね。1年はできないって言われちゃって。先生にね、行くたびに検診に行くたびにサーフィンそろそろやっていいですかって聞いて。そしたらはとか言われて。すごい先生に見てもらって。なんか走る以外の運動しないでとか言われて。そうですか。さっきのブルーの先生は私1年後におかげさまで本当に歩けるようになりましたってまた会いに行ったんです。そしたらね今度はねジャンプしなさいって言うんですよ。ジャンプはしたことないですよ。せっかく1年後になんとか立ってるのにジャンプしたらまた骨がバラバラになるんじゃないかでも大丈夫でした。ああよかった。私日本に来て6月1日に骨折して日本に来て7月だったかな、まだ2ヶ月経たない時に私いろんなスケジュールがあったら全部キャンセルしたんです。本当はクロアチアから戻ったらそのままイギリスに行く予定だったんですよ。それも全部キャンセルして、まあその代わり去年行きましたけども、ところがねどうしてもキャンセルしない方がいいかな難しいかなっていう習慣があったんです東京で。それまで私は病院からの窓しか見てなかったんです。そして40分話さないといけなかった。東京ゴスペルナイト2017っていうのでしたが YouTube で見れると思います。でその時に初めて病院の外に出たんです。お医者さんは40分立てないって言ったんです私は。だってリハビリで、ね、松葉杖でしたから。それで私が後ろにひっくり返った時のために椅子買ってもらったんです。赤い椅子。そしてお婿さんの牧師さんに迎え来てもらってドアから東京の有楽町だったかどうか忘れましたがそこまで連れてってもらった。そしてずっと楽屋にいた。足がパンパンに腫れて 1.5 倍ぐらいになっちゃったんですよ。そして私は車椅子で楽屋の袖にいて、そしてあと5秒4秒とかってね、その時にイエス様が立ちなさいって言った記事じゃないけど、立ち上がって、まあ、もちろん松葉杖で、舞台の真ん中まで後ろからお婿さんがついてきてもし倒れたらさせようと思って、で松葉杖持ってって結果的にどうだったかというと40分間
話すことができたんですよね。うんだから神様は何とかしてくださるなと、何とかなると思ったんです。うんこれも宣伝ですが、東京ゴスペルナイト2017って見ると、私はそれは最後まで見たことはないんですが、松葉杖まで映ってるかどうか分かりませんが、その時の骨折して最初のメッセージあーわ見れるかもわからないです。松葉杖で入ってくるところまで映ってるかどうか知りませんが、はい、見ます。ね YouTube でね。 YouTube でねあ皆さんぜひ検索して見てみてください。ねもう今いろんなたくさんの話を聞かせてもらったんですけれども、少しこう短く先生のこうプライベートなね、うん話をちょっと聞いてみたいんですけど、例えば先生子供の頃の夢なんかっていうのは？私は子供の頃は将来牧師になると言ってたそうです。あ、そうなんですか。あ、これはねクリスチャン。いや、母がクリスチャン。これも話せばキリがないんですが、昔は写真結婚ってあったようです。写真同士で決めて、昔汽車に乗ってきた写真と同じこの人なんだで結婚する。で、私の母は確か18歳で写真結婚。で、昔お嫁さんっていうのはあまり立場が強くなくてよくいじめられた。で、どの家のお嫁さんも。私の記憶はだから母がよく泣いてたんですね。で、私はお母ちゃんいじめるなとかって言ってた記憶があるんです。それ普通だったと思います。それはあまり苦しくて母は私も弟とかもいるんですが、キリスト教の保育園に預けたらしい。そこでキリスト教の人間観や教育子育てに感動したらしい。これでクリスチャンになったらしい。だけどそれは苦しかったからだと思いますね。で、私はそこには行ってたんだけど、教会学校も行かなくてはいけなかったんだけど、いずれ絶対やめてやると思ってたんです。自分の意思で来てるわけじゃないから、自分が好きで来てるわけじゃないし、で、あんまり教会学校行ってるって男の子にはかっこよくないんですよね。ままごとみたいで。野球やるとかそういうならいいけど。で、中学生の時になったら二度と行かないって言って。高校2年生ぐらいまで二度と行かない。結構きついこと言ったりして。ところが、ある一冊のカトリックの神父さんが書いた本の、なんでそれ立ち読みしたか知らないけど、なんか引きつけられて、あとは糸電話みたいに神様がここにピタッと教会、最初はね、見栄もあるから二度と行かないって短歌切ったのに、今更どの面下げてっていうので、土曜日礼拝してる教会になったんですね。そこに行ったりして。だからまた糸電話みたいな。そこじゃなくて、幼い頃から行ってた教会行くべきじゃないかとなぜか思ったものは思った。で、そこの教会に行って椅子に座った瞬間に電気に打たれるような感じがしたんです。牧師になるって。牧師どころか信仰も持ってないし、洗礼も受けてないし、牧師が何してるかもあんま知らないですよ。ただ思ったものを思った。あと寝ても覚めても牧師になると聞けなかったんです。で、その1年後ぐらいに多分洗礼を受けて、そして後々母に手紙を確か書いたんです。私は進学校に行ってもしかして牧師になると。そしたらすぐ手紙が返ってきて、そんなことは20年前から知ってたと。で、20年前って私2歳の時で、母が一番苦しかった時で、藁をもすがる気持ちで保育園に預けてキリスト教に感動し、でその時に苦しい中で迎えに行ったら私がお示ししてたそうですが、取れなかったのかな。お母ちゃん、僕が大きくなったら牧師じゃない、その時の牧師先生の名前出して、誰々先生になるって言ったんだそうです。覚えてない、そんなことは。2歳の時のことは。ただ母は、若かった母は真に受けたようです。これ神様が言わせたんだと。信じたものは信じた。で、以来一日欠かさず私の牧師職のために祈ってきたって書いてたんですね。だから牧師どころか教会も行かないんだし、私は何年も。手紙の最後は確か、神様は恐ろしいぐらいだって。どんどん離れていく日本のレールがまた突然ぐぐっと一つになって、恐ろしいぐらいだって。あなたは自分で20年前言ったと同じことを誰にも言ってなかったのに再び言ってると。神様は生きてるっていうような返事が来たんですね。で、私はだから小さい頃牧師になるって多分言った。そして牧師になると思った。それは牧師が誰かも知らないで。で、今牧師になって。
だから余計な話すると牧師になって何十年か少しは頑張ったことがあったとしても、その私の仮に30年牧師やったならプラス20年母は私の牧師の仕事のために祈ってたので、いやこれは私の頑張りとかそういう世界じゃないなって完全に超えてる、神様の翼に乗って、母の祈りだなって、牧師になると言っててなったのは母が絡んでるということですかね。佐藤先生ありがとうございました。第2回の放送も皆さん見てくださってありがとうございます。またたくさんの佐藤先生のお話からですね、励ましを受けたと思います。そしてですね、ラウレアタイムズからお知らせがあります。はい、ラウレアタイムズは、第1回第2回で今回放送してきましたけれども、ラウレアタイムズの放送予定は第2週と第4週の水曜日夜7時からの放送を予定しております。なので次回の第3回目の放送は11月の25日夜7時からになります。はい、そして、次回の放送もですね、引き続き佐藤先生が来てくださったゲストの回になります。次が最後になると思いますけれども、次回も皆さん楽しみにしていてください。というわけで、今日はここまでです。また次回の放送でお会いしましょう。God bless you! バイバイ。そうか、アロハだったね。アロハだったね、確かに。終わりもアロハで終わったっけ？アロハ。アロハ。